こんにちは、ゆうたです。今日は記憶的ルームにやってきました。記憶的ルームとはトレンドの最先端を行くインタビューにこだわりの絵本を見させてもらい、部屋についてライフスタイルを紹介するコンテンツとなっております。今回はケイチさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしたらじゃあケイチさんについて自己紹介をお願いします。はい。職業は美容師をやりながら、ちょっと自分で今セレクトショップをやる準備をしているところです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで今回紹介していただくこちらのご自宅が間取りでいうと、はい、これはどんな間取りになるんですか？そうですね。今撮ってるのが実は2階になってて、間取り的には一軒家で1階が、6畳ちょっと、で2階も同じくらい、2階の方がちょっと広い作りになってるんですけど、ここはいわゆる古民家を改装というかリノベーションをされた、ご自宅兼店舗みたいな感じ。そうですね、なんか店舗は昔からこうやりたいなって思ってたんですけど、なかなか急にこう大きいテナント借りてとか難しいんですけど、なんかこの店舗が物件が面白くて、なんか DIY とかやっても自由だし、すごいですね、現状回復もしなくて OK で、しかもお店とかもやっていいよっていう自由な物件だったので。確かに面白いですねそれは。ということで、じゃあちょっと下はまたその店舗、2階は自宅というところで、ちょっとまたインテリアの雰囲気も全然違うと思うので、そのあたりの話、詳しくお伺いできればなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、まず最初玄関から紹介をしていただきたいなと思います。ではまず玄関のこだわったポイントからお聞きしたいのですが、どんなところにこだわりましたか？そうですね、まずこのタイルですね。DIY をできる物件なので、タイル貼りたいなと思って、結構大変だったんですけどここは貼りましたね。もともと玄関はどういう感じだったんですか？なんかいわゆるなんていうんですかね、土っぽい感じの玄関になってて、で結構年季もやっぱ入ってるので、なんかひび入ってたりとかしてたので、まずひびを埋めて、でその上からタイル、これもデザインを決めて白のタイルと黒のタイルをバラバラで買って、長さとか測って貼ってみた感じですね。あとはこの玄関のこのドアって言ったらいいんですかね、ここもこうよく見ると塗装してるんですね。若干寄られてみるとちょっと恥ずかしい感じかもしれないですけどもともとはなんかいわゆる古民家のなんていうんですかね、よくわからない謎の色の扉だったのでちょっとこのタイルの色と合わせて、で最近なんか金属っぽい質感になる塗料があるんですけど、ちょっとそれを使って塗ったら意外といい感じになったので、結構気に入ってます。だいたいここのタイルとこのドアの塗装とかってそれぞれどれぐらいのご予算感でできるものなんですか？タイルが確か30センチ30センチのこのマスで買うんですけど、1枚多分2000円いかないくらい、そんくらいなんだったので、全部で多分床は2万円から3万円くらいと、この隙間の目地とか接着剤とかも含めてだいたいそれぐらいです。じゃあ結構お手頃なリーズナブルな価格で変わるんですね。ただめちゃめちゃ大変だったので、そうなんだ。そうなんですよ。一回工事も依頼というか見積もりを出したんですけど、迷うぐらいめっちゃ高くて、でも自分でやったらやっぱそれは高いよなって思いましためちゃめちゃやっぱ職人さん、それなりの作業だったんですね。それなりの作業で職人さんのリスペクトにつながりましたねあとはここだとこのルームスリッパ、そうですね、これもすごい可愛いデザインですね。ありがとうございます。結構これも最初は革製なのでもうちょっとこう明るい色だったんですけど、モロッコのバブーシュって言って、民芸品みたいなもので、向こうの方たちが一つ一つ手作りで作ってるんですけど、僕の親戚がモロッコに旅行に行った時に買ってきたのを見せてもらって、すごい可愛くていつか欲しいなと思ってたので、見つけた時にこれは自由が丘のショップで買って、それを昔の家は僕と今一緒に住んでる奥さんの2つだったんですけど、こっちの家に引っ越してからは
結構いろんな来客が来るので、ある程度数揃えてっていう感じにしてます。わかりました。ありがとうございます。では続いてこちらが店舗スペースということで、ちょっと奥の方へ案内してもらってもよろしいですか？どうぞ。はい、失礼します。おお、ここは大体何畳ぐらいのスペースなんですか？ここで6畳ですね。ここで6畳。あとキッチンと他にスペースがあったりする。ここのじゃあちょっとスペースのこだわったポイントからお聞きしたいんですが、どんなところにこだわりましたか？そうですね。一応まだ準備中であるんですけど、店舗に今改装しているところで、まずこの壁ですね。結構古民家でガタが来てたので、削れるとこは削ったり、白の方がいろいろ配置とか、置くものとかも選びやすいので、一回真っ白に全部塗ってます。じゃあここからちょっと細かい家具の話聞いていきたいなと思うんですけど、じゃあこちらのちょっとメインにもなってる、この作業台って言ったらいいんですかね？そうですね。今 EC サイトとかはやってたりするので、それの梱包用に使ってる台なんですけど、昔はダイニングテーブルで使ってて、天板だけ今使ってる状態なんですけど、工事現場とかで使う足場板っていう板を売っているショップがあって、これネットで買ったんですけど、それを4枚買って後ろでつなげてテーブルの天板として使ってます。これはじゃあ今別の足とこの天板を、そうですね、あれか加工してるというか、こんな感じで乗せてるんですね。そうなんですよ。白いもともとベンチあって、ベンチなんだこれ。これベンチみたいな感じで。なるほど。そういうことなんですね。これ夏とかは昔は外に出して結構みんなでご飯食べたりとかしてたんですけど、今寒いので中に入れて作業スペースとして使ってます。職人さんたちがこの上で作業するのでめっちゃ丈夫で、結構しっかり使ってもあんまり反ったりしなくて、厚みもありますもんね。厚みめっちゃ重たいんですけど、もうずっと使えるかなっていう感じになってます。あとはそこの椅子にかかってるラグ。そうですね。これはこれを自由が丘の Today's スペシャルさんで買えるものなんですけど、うちもこれから実はお店でこれもちょっと良かったので取り扱おうかなって思ってるものなんですけど、インドのラグで結構大きいんですよね。マルチカバーって言って、ブランケットとしてもこんな感じですね、使えるし、ソファーカバーとかでも使えたり、あとはそうですね、なんかピクニックとかで使う方もいるみたいですね。確かに。うちは古民家でめっちゃ寒いので作業する時とかはこれがないともう凍えちゃいますね。ちなみにお店のお名前、ちょっとお聞きしてなかったんですけど、お店なんていうお名前で？お店アディットっていうお店でやっております。一応インスタのアカウントとかは作ってはいて、これからもっとやっていこうかなと思ってます。ぜひお店のアカウントもチェックしていただくということでお願いします。お願いします。じゃあちょっと続いてのアイテムに行こうかなと思うんですけど、こちらもじゃあちょっと棚についてお聞きしたいんですが。そうですね。もともとは昔住んでた家で器とかディスプレイに使ってたんですけど、お店に合いそうだなと思って買ってきました。多分日本のものなんですけど、60年代くらいのもので、そうですね、こういう木の質感がいいなと思って買いました。こういう感じで、これが全部、これすごいいいですね。いいですね。上だけちょっと締まりが悪いっていう、そうなんだ、ヴィンテージならではの味があるんですけど、これは下北沢のリサイクルショップで5万円くらいで購入しました。結構見つけた時は結構迷ったんですけど、3回ぐらい通って買いました。考えてそうですね。これ迷いますね。これ迷いました。今もこれからも活躍してくれそうなので、買ってよかったなと思ってます。そしたらじゃあ今度ちょっと反対側のアイテムについてちょっとお聞きしたいなと思うんですけれども、
こちらにある、はい、これは絵なんですかね？そうですね。これドイツの博物画って言って、博物誌雑誌とかに載ってたようなもので、ここにちょっともう折り目がついてるんですけど、これなんか動物の生態とか、これはヘビが載ってるんですけど、なんか魚だったりとか他の動物とかあったりして、それの、絵ですね。もともとペラペラの1枚の紙なんですけど、ちょっと額装した方がいいなと思って、東京の神保町にある清泉堂っていう額装してくれるお店があるんですけど、はい、すごい多分ご夫婦でやられてる感じだと思うんですけど、すごいお母さんの方がいろいろ対応してくれて、この幅の厚みとか、はい、どこまでこのバランスを取ると綺麗に見えるよとか全部教えてくれて、すごい。そこまで。そうなんですよ。でこの色も選べるんですね、この中の色と。はい、で多分5000円か6000円くらいで額装はしていただいて、すごいこれからも多分お願いするんだろうなっていうおすすめのショップです。額装って大事ですよね。額装、昔これペラペラの1枚をなんかちょっとこう壁に貼り付けてみたいな感じでディスプレイしてたんですけど、やっぱ全然違いますねこれやると、確かに額装大事ですありがとうございます、はい、そしたらじゃあ今度ちょっと奥の方に移動をしていただきたいなと思うんですけれど、こちらの奥がキッチンスペースということで、じゃあこちらもちょっと案内してもらってよろしいですか？はい。おお、こんな感じで。すごい。ここはかなりこう、DIY というか、いろいろご自身でまたやられてるんですかね？そうですね。まずもともとここも壁は塗ってるんですけど、前住んでた方がフランスに住んでて、でこっちに来た方で、やっぱりちょっと配色のこうセンスとかがまたなんていうの独特というか、フランスの感じだったみたいでここの壁全部黄色だったんですか？すごい食欲がちょっとなくなっちゃうようなイエローだったので、ちょっと僕たちに合わないかもしれないと思って一回白にちょっと申し訳ないんですけど塗らせていただいて、でタイルも貼って、で収納がやっぱり少ないので、これは一回 DIY で近くのホームセンターでこれ合板ですかね、買ってきてここで L 字に切ってつなげてます。結構じゃあ普段から料理というかそういうものをされるんですか？はい、結構ほぼお酒とやっぱ食べることが好きなので、家でよく食べたり、お友達とかを招待してみんなでご飯食べたりとかっていう機会が多いので、お皿と調理器具は結構多めかもしれないですね。じゃあ調理器具もちょっとこだわってるというところで、なんかそれこそフライパンとか、そういうものとかって何かこだわりとかあったりしますか？そうですね、結構フライパンは長く使えるものがいいなと思ってて、あと素材によってなんていうんですかね、変わってくるんですけど、そうなんだ。なんかアルミとかスチールステンレスか、パンとかは結構火の通りが早いのでパスタ作りやすかったりとか、なんかこれを焼くときは鉄のフライパンとかっていう感じでこう分けて使ってます。この辺りはフランスのやつなんですけど、結構使い込んでて多分8000円くらいだと思うんですけど、めちゃめちゃ分厚くてこんな感じで、確かに厚みがありますね。すごい。結構僕カリカリの目玉焼き好きなんですけど、これだと結構カリカリに作れるんでかなり重宝してます。これですね。これいいフライパンと、その普通の、安いフライパンというか、なんか使ってて何が違うというか、何かありますか？こういう溶接部分とかもなんかちょっと昔は安めのやつで買ってたこともあるんですけど、なんかうまいことつながってなくて、なんかそこに汚れが溜まっちゃったりとか、若干こう使いづらさを感じたんですけど、ちょっと奮発していいのを買うとやっぱり実際料理がしやすかったり、こういう多分角度とかこの溝の丸みとかも多分うまいこと削られてると思うんですけど、そういうなんかちょっとした使いやすさをなんか
感じますねやっぱり。あとはこのコンロ、はい、ガスコンロもそうです。すごいかっこいいですね、デザイン。ありがとうございます。これリンナイのバーモっていうシリーズで、リンナイさんがちょっと業務用っぽい感じで作ってるもので、火力が強いのと、あとは、これ外すとなんていうんですかね、フラットになるのでお掃除しやすいっていうのが、結構定価だと割と高いんですけど、メルカリでめちゃめちゃ探して1万円で買うことができました。おー、かなりかなり探しましたね。安く買いましたね。はい、ずっと欲しかったのでこれは買えてよかったです。あとはその食器はいとかがすごいお好きということで、はい、なんかちょっとこだわりの食器、お気に入りの食器があればはい紹介をしていただきたいんですけど、なんかありますか？そうですね、まずじゃあちょっと作家さんとかの天物っていうんですかね、になるものなんですけど、大沢哲也さんっていう方で、愛知県の常滑っていうところで作陶されている方なんですけど、この土の感じにちょっと荒々しいデザインになってて、もともともっとこうマットで滑らかな質感だったんですけど、結構使い込むうちに味が出てきて、これもすごい気に入ってます。このシリーズ、これたくさんありますね。これも同じ作家さんですね。結構東京とかでもたまに展示をやってくださるんですけど、結構すぐ売り切れちゃう感じで、少しずつ集めてます。これは鍋みたいな、なんか、はい、そうなんですよ。チャイとか、あとハーブティー、もともとはハーブティーを煮出す用のポットとして作られていて、これは岐阜県の多治見っていうところで作陶されている軽金あかりさんっていう方ですね。その方の展示の時に買ったもので、今だとちょうど入ってたんですけど、こういうなんかルピシアとかで買えるハーブティーとかをここにもうそのまま入れて、これ直火 OK なので、このままこういう感じで乗っけちゃって、いいですね、楽でこのまま火をつけて沸かして飲んでます。で、同じこれも軽金あかりさんでセットで使ってます。あとはこの辺りコーヒーをよく飲むので、昔はよくドリップ、これカリタのコーヒーミルですね。可愛いですね。これ20歳、いや19ぐらいの時に友達にプレゼントしてもらって、でそこからコーヒーにハマるきっかけになったんですけど、これももう10年ぐらい使ってますね。結構長いですね。でハンドドリップ最近ちょっと時間はちょっとかかるので、これ結構見たことあると思うんですけど、マキネッタのエスプレッソですね。これを最近はよく使ってます。もう本当にめっちゃ便利で、ここに水を入れて、ここにコーヒーのひいた粉を入れて、これですね。でこのままこれも直火で沸くまで入れてます。一応なんかサイズ的にコンロと合わないのもあるので、これかませてこういう感じで確かにそれで使えるよ使ってます。ありがとうございます。はい。それでは続いて2階のリビングスペース紹介をしていただきたいなと思うので、中に案内してもらってもよろしいですか？はい、どうぞ。はい、失礼します。よいしょ。おー、ここはだいたい何畳ぐらいのスペースになるんですか？ここがちょっと面白い作りで、廊下がなくて3部屋と、なんか内ベランダとベランダで、多分全部で9畳、もうちょっとある、9から10畳ぐらいですかね、だと思います。ここのじゃあまたこだわったポイントからちょっと聞いていきたいんですけど、どんなところにこだわりましたか？ここは1階に比べて、自分たちが過ごすスペースなので、好きなものを少しずつ集めて作った部屋になってて、壁はまた白に塗ってます。そうですね。これ床とかはなんかフローリングは何かされたりとかもしたんですか？そうですね、床も前住んでた方がいい感じに
フローリングに DIY なのかちょっと頼んだのかわからないんですけど、やってくれてて、こっちのお部屋は DIY でおそらくやってますね。じゃあちょっと順番にここから聞いていきたいなと思うんですけど、はい、じゃあまずちょっとこちらの方に移動してもらって、はい、ここの作業スペースって言ったらいいですかね、はい、はい、からちょっとお聞きをしたいなと思います。はい、まずここの辺りはなんか作業をするにあたってこだわって選定されたアイテムとか何かあったりしますか？そうですね、まあ机は広い方がやりやすいのと、うちの人と2人で作業することが多いので、ある程度大きいデスクにして、IKEA のやつなんですけど、すごいシンプルで使いやすいなと思って、で、座る椅子は結構自分たちの好きなものを集めてますね。これ椅子はそれぞれどちらのものですか？こっちは、鎌倉の方で買ったフランスのアンティークの椅子で、パリのカフェで使われていたらしいんですけど、なんかパッと見た時にここら辺ですかね、このつなぎ目、木を曲げてはい加工してるんですね。これ多分1枚の木をこうぐるっと加工しているこのディティールとかがすごいなんか技巧を感じるというか、すごいいいなと思って買いました。これはでも4万円くらいだったかなと思います。でこっちはヘイのレイチェアっていう椅子ですね。これは昔から欲しくて、たまにヘイ表参道のヘイがセールをやる時があるんですけど、たまたま行った時にちょっとだけ安くなってたので、もう行っちゃえっていうのでこれとあとこっちのスリットテーブルを一緒に買いました。わかりました。あとはこのデスク上にある絵って言ったらいいんですかね？そうですね、これもさっき1階で紹介したヴィンテージの棚と同じ下北沢のリサイクルショップで見つけたんですけど、本当はここに名前が書いてあって、ちょっと僕も本当だ、日本の方なんですよね。日本の方なんだ。三江難波さんらしくて、これも本当は横の絵なんですけど、言われないとわからないくらいで。確かに、そっか、これ横に見ると。そうなんですよ。これフランスらしくて、これがエッフェル塔らしいです。横から見るとわかりますね。確かに。なんとなくパッと見た時の配色とかが縦の方がなんか可愛くて、あとなんか後ろとの幅というか、ちょうど良かったので結構縦に置いてるんですけど、未だに誰にも気づかれたことなくてこれは分かんないですねこれ横じゃないって言われたことはまだないですね。縦でも十分存在感がなんかありますねそうですね。そうですね。あとはじゃあ、ちょっとちなみにこの後じゃあこの一回奥の方に行こうかなと思うんですけど、ここは中廊下。そうですね、ちょっとこのリビングとベランダの間のゾーンで、両サイドに収納があるっていう感じになってますね。こっちもそうですね、いろんなものを入れてます。これも白に塗ってるので結構見た目的にはすっきりしてるかなと思いますね。でこれはまた外、ここから外に出るみたいな感じですね。開けちゃってもいいですかね。外がちょっとこんな感じになってて、すごい。そうですね。床もちょっと古い感じになってたので、これ IKEA のウッドタイルみたいのがあるんですけど、これをこう全面に引いて、七輪とか僕持ってるので、よく涼しい時期は友達とかとここで七輪でなんかご飯食べたりとか、秋はサンマ焼いたりとかして、いいですね、過ごしてます。気持ちいいスペースです。いいでしょう。わかりました。じゃあまたちょっと親の方に戻りますか。
じゃあ今度はちょっとソファはいーのお話を聞こうかなと思うんですけれど、これはそうですねどちらで購入したソファーですか？これは暴露町の方にあるヒストさんで買って、毎週土曜日だけオープンするっていう、その昔のものをこう発掘家具っていうのを売っているお店で、昔からずっと見てたんですけど、たまたま引っ越すタイミングでこうソファーを見つけたので購入しました。ヒスト4万円くらいだったと思います。3つこれ分解されるんですけど、あ、こんな感じで分解されるんですねこれ。独立してて、それを3つ重ねてる感じです。珍しくないですか、こういう独立したソファーというか。そうですね、なんか70年代くらいのらしいんですけど、本当に今だとデザイン的にも作りもなかなか見ないものなので、すごい珍しくて買っちゃいましたね。あとはこの壁のこのシェルフって言ったらいいんですかね、はい、まあ、DIY で制作されたかな、はい、ということで、はい、この辺りだと時計、はい、これがすごい素敵なデザインですね。これ実はダルトンさんのやつで、僕もこんなデザインのあるんだって思ったんですけど、意外な感じですね。そうなんですよ。これもすごい可愛くて買っちゃいますね。この色ともう一つステンのシルバーのデザインがあって、お家的にはこっちが合うかなと思って買ったんですけど、あとはこの辺りだとこのラクダのそうですね、オブジェって言ったらいいですかね。これですね、はい、これオブジェと言いつつ今顔の部分で本を支えてくれてるんですけど、これオニキスでできてるもので、めちゃめちゃ重たいんですけど、これは三軒茶屋にある蔵屋さんっていう、本当に渋いなんていうんですかね、古道具屋さんみたいなところがあって、そこで買いましたね。これさっきあれですよね、ちょっとデスク上で紹介してもられちゃったんですけど、はい、こっちにもそのオニキスでの照明か、フロアライトがありますもんね。そうです。結構重たくて光が透ける素材なので、つけるとこういうなんか元々の模様が出てくるんだ。はい、すごいなんか綺麗なので。確かに。なるほどね。はいはい。わかりました。ありがとうございます。はい。はい、そしたらじゃあまたちょっとお部屋の方に戻るんですが、今度じゃあこの上にある、ペンダントライト、はい、ちょっとお聞きしたいんですが、これはどちらで購入したアイテムですか？これもヘイで購入したんですけど、コードとセットになってるやつで、結構イサム・ノグチさんの明かりとも似てる感じだと思うんですけど、僕はなんかこっちのデザインの方が好きでこっちにしてます。結構なんか買ってて気づいたんですけど、ヘイのアイテムが多分好きなんだなと思って、結構ちょっとずつ増えてきてる気がしますね。そうですね。今だとこのローテーブルと照明とチェアありますね。こう見ると多いですね、確かに。あとはじゃあその奥の方行きますか。はい。奥のこのシェルフについてちょっとお聞きをしたいんですが、はい、これもヴィンテージのもので60年代くらいのやつなんですけど、なんかこういうところのデザインとかが可愛いのと、なんか下にあったものよりちょっと明るめの木の色なので2階に合うかなと思って使ってます。中には本棚とか、ちょっとコーヒーを焙煎したりとかするので、コーヒーの焙煎する道具とかを収納するようにしてます。あとはこの辺だと、この収納するそれこそゴミ箱とか、そうですね、この辺の箱物といいますか、なんか結構統一されてるというか、揃えてらっしゃいますよね。そうです。これはシェーカーボックスって言って、こういう木の木製のものなんですけど、すごいなんていうんですかね、色味とかこのフォルムとかがすごい可愛くて、これゴミ箱なので上に穴が開いてるんですけど、他のものとかですね、これはコード類とか、こっちに収納してますね。なるほど。プロジェクターですね。プロジェクターのコード入れたりしてます。でこれは結構
本とか読むときお香をつけるんですけど、お香とかをインセンス系の入れてます、うんうんうん、揃えてると可愛いですね。そうですね、統一感が結構出るので、これもですね、ベッド側にも置いてるんですね、はい、こんな感じで、なんか最近見ると大きいサイズと小さいサイズをなんか重ねてなんかこうディスプレイしてる方とかも結構見るので、それも可愛いなと思ってます。そういう使い方もありですね。はい、うんうん、わかりました。ありがとうございます。はい。そしたらじゃあ今度ちょっと奥の部屋に行きましょうか。そうですね。でこちらが寝室ということで、そうですね。もうほぼ部屋としてはつながってる感じで、本当はここに扉があったんですけど、それはもう開放感のために外しちゃってるんですけど、それこそ奥の DIY を作った棚、そうですね、棚ですね。まだここは結構いろいろディスプレイこれからしていきたいなっていうところで、あっちのちっちゃいポスター、昔のヘインズの T シャツのポスターなんですけど、世田谷のボロ市で見つけたやつですね。こっちがシチズンの、これもヴィンテージの昔の時計で最近見ないので、秒針がオレンジでちょっと可愛いな。可愛いですね。はい。なってますね。あとはこのベッド上のこのファブリックというか、このブランケットもすごいグラフィカルですが、これをどちらで購入したらいいですか？これはちょっと覚えてないです。僕の奥さん韓国の人なんですけど、韓国から持ってきたやつで、これはちょっとわからないです。韓国デザインというか韓国のショップで買ったもので、こっちは1階にあったブランケットとの別の、確かモカっていう色だったんですけど、ちょっと古民家で本当寒いのでファブリック系はたくさん配置してます。確かに多いですね。はい、ありますね。あとは結構このご自宅植物がたくさんあると思うんですけど、やっぱり植物はお好きですか？そうですね、結構なんかヴィンテージのものと照明とグリーンのあるお部屋の雰囲気が好きなので、気に入ったものがあるとその都度購入していますね。なんかここのショップでというよりかは本当にフラッと回ってて、なんか常にこういう欲しいなっていう植物があったりするので、見つけたところで購入して持ってくるみたいな感じが多いですね。わかりました。ありがとうございます。はい、はい、ということで圭一さんの記憶的ルーム撮影させていただきました。最後にじゃあ何か圭一さんの方からお知らせ、告知がありましたらしていただければなと思います。はい、ありがとうございます。じゃあ2つ告知させていただきたいと思います。まず僕の本業美容師で原宿のホワイトっていうお店で美容師をやっているので、お料理好きな方とかこういうインテリアとかお好きな方よかったら遊びに来てください。カフェも併設しているサロンなので、フラッと遊びに来てお話でもできたらなと思います。あとはお店が完成したらぜひ遊びに来ていただきたいなと思いますので、そっちをまたインスタとかでチェックしていただけたらと思います。ちなみにそのインテリアのご自身でやられてるお店の方はなんかどういったものを取り扱いをしてらっしゃるんですか？そうですね、基本的には僕の知り合いとか友人とかの作家さんが作った一点物と、あと僕がこう使ってみて普段料理をよくするので、それでこうすごい使いやすかった食器とか、料理のアイテムとか、そういうなんか一点物と、あと日常使いしやすいものを軸にこうセレクトしていこうかなと思っています。というわけで、じゃあ美容室の方とお店のインスタグラムですかね、はい、チェックしていただければなと思います。はい、というわけで今回の記憶的ルームはこれで終わりたいと思います。ゲストは圭一さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。